皆さん、こんにちは。三浦陸大全、パート12です。異国の地で育った強さ。カナダ生活と、カナダのお母さん。前回は、三浦陸選手を支えてきた家族の存在を見てきました。今回は、その支えの舞台を、日本からカナダへ移します。中学1年で始まった海外生活。英語もわからない中でのホームステイ。そして、異国の地で陸ちゃんを支えた、もう一つの家族のような存在。今回は、そのカナダ生活とカナダのお母さんを中心に見ていきます。三浦陸選手の物語を見ていると、どうしてもリンクの上の演技に目が向きます。ですが、本当に大きかったのは、リンクの外で、どう生きていたかです。日本を離れ、言葉も文化も違う場所へ飛び込む。家族がいつもそばにいるわけではない。その中で、生活の土台をどう作るか。ここが整わなければ、どんな才能があっても、競技は続けられません。今回の見どころは、三浦陸選手が、なぜ異国の地でも前を向けたのか、という点です。中学1年での移籍が、一番辛かったと振り返るほどの苦しさ。ホームステイ生活の不安。そして、その中で見つけたもう一つの家のような存在。ここを知ると、陸ちゃんの明るさや折れない強さがどこで育ったのかが見えてきます。それでは、お好きなフルーツでも片手に6分間の物語、ゆったりとご覧ください。第1章、中学1年でカナダへ、そこが一番辛かった。三浦陸選手は、中学1年でペアに転校し、カナダへ移ってホームステイ生活を始めています。この経験について、本人は、そこが一番辛かったと振り返っています。この言葉は、とても重いです。まだ子供と言っていい年齢で、日本を離れ、知らない環境へ飛び込む。ただスケートが好き、だけでは乗り切れない時間です。競技生活というと、華やかな舞台が目立ちます。でも実際には、その前に生活そのものを成立させる戦いがあります。起きて、食べて、学校のことを考えて、練習へ行き、帰ってまた次の日に備える。そのすべてを言葉の通じない場所で一からやる。それがどれだけ大変かは想像に難くありません。第2章、英語も何もわからないホームステイ生活。三浦選手は当時について英語も何もわからない状態でホームステイをしていたと語っています。つまり、海外生活の苦労は競技の問題だけではなかった。会話も、買い物も、食事も、日常全部が最初は不安だったはずです。ホームステイ生活はただ住む場所を借りることとは違います。生活のリズム、食べ物、文化、距離感、どれも日本とは違う。その中で自分の居場所を作っていかなければならない。まだ若い陸ちゃんにとって、それは本当に大きな挑戦だったと思います。しかも、ペア競技は一人で完結しません。リンクに行けば、自分の問題だけではなく、相手との呼吸や技の確認もある。生活で疲れていても、氷の上では集中しなければいけない。だからこそ、リンクの外で安心できる場所があるかどうかは、想像以上に大きいんです。第3章、ホームステイ先はもう一つの家だった。そこで大きかったのが、ホームステイ先の存在です。それは単なる宿泊先ではなく、海外生活のもう一つの家のような役割を果たしていたのではないでしょうか。食事ができる。帰れば誰かがいる。困った時に頼れる。そうした小さな安心が異国で生きる若い選手にとってはとても大きい。三浦陸選手が苦しい時期を振り返りながらも最終的にたくさんの人に支えられてそれが今につながっていると言えるのはこうした生活の支えがあったからだと思います。競技の結果だけではなく生きることそのものを支えてくれる人がいた。その存在が陸ちゃんの前向きさを守っていたのでしょう。第4章、カナダのお母さんが支えた日々。さらに、
このカナダ生活を語る上で外せないのが、陸流の2人がカナダのお母さんと慕う存在です。それが、カナダ在住の加納桃さんです。加納桃さんは神戸市出身の日本人で、陸流が練習拠点にしているカナダのオークビルで、2人の海外生活を長年温かくサポートしてきました。病院への同行、手料理、生活のサポート、慣れない土地で2人を温かく支え続けたと伝えられています。この話がいいのは、支えが抽象的ではなく、とても具体的なことです。具合が悪いとき、病院へ一緒に行ってくれる。疲れて帰ったとき、食事を用意してくれる。遠く離れた家族の代わりに、生活の基盤を守ってくれる。そういう存在がいたから、二人は氷の上で全力を出せたんです。特に、怪我や不安のある時期には、こうした支えが余計に大きくなるはずです。ただ応援してくれる人ではなく、生活そのものを守ってくれる人がいる。そのありがたさは、経験した人にしかわからない重みがあるでしょう。そして、りくちゃんを支えていた家族のような存在は、ホームステイ先だけではありませんでした。今回は、中学1年で始まったカナダ生活、ホームステイの苦労、そしてカナダのお母さんと呼ばれる存在まで、異国の地でりくちゃんを支えた土台を見てきました。この回を知ると、三浦璃来選手の明るさや前向きさが、決して当たり前に生まれたものではなく、多くの支えの中で育ってきたものだとわかります。ですが、カナダでりくちゃんを支えていたお母さんは、加納桃さんだけではありませんでした。次回は、木原龍一選手が、なぜトロントのお母さんと呼ばれるようになったのか。忘れ物チェック、掃除の二度拭き、洗い物の気遣い。そんな生活の中のやりとりから見えてくる、陸流の信頼関係を、お二人のとっておきのインタビュー映像も交えながら、見ていきます。異国の地で育った支えの物語、三浦陸大全、支え編は、まだまだ続きます。ぜひ次回もご覧ください。この動画は、世界中の陸流ファンへ33言語の字幕付きでお届けしています。陸流ロスは、海外のファンも同じです。コメント欄でも、温かくつながれますように。いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップでもぜひ、このチャンネルを応援いただけると嬉しいです。この動画が皆さんの心を少しでも温める時間になりますように。サンサンタイムズでした。